前腕との境目になる肘のかき足しを行います。360度以上前腕が回るような腕を作成する場合、肘は円状にかき足されているのが理想です。なので肘のかき足しを行う場合はこのような円形のガイドを使用します。このガイドは関節位置を決めるのにも便利で、円の中心にある十字線が上腕と前腕の分け目や回転デフォーマの配置位置の目安にもなります。このガイドを上腕の肘に配置し、腕の太さと円の外周が一致するように大きさを調整します。また十字線の縦線も腕の角度に合うように回転させます。十字線の横線を前腕との境目として円のガイドに沿って線画を描き足していきます。図形ツールを使って正確な半円の線画を用意しても良いでしょう。線画が描けたら色の塗り足しも行っておきましょう。上腕の原画加工が終わったら続いて前腕の作業に移ります。まず上腕との境目になる肘付近の分け目ですが、先ほど上腕の肘の書き足しに使用したガイドを見て十字線の横線を目安に分けるようにします。続けて手首部分の書き足しを行います。上腕と同様にガイドを使用しておおよその関節位置を決めます。手首の太さに合うよう大きさを調整し、半円部分の線画を書き足します。手首は180度以上回転することはないので、手書きでの書き足しでも問題ありません。次は手の素材分けを行います。指を曲げたり回転ができるように関節や部位ごとに細かな素材分けが必要になります。まずは黒い布、手の甲の素材を分けていきます。原画で見えている部分は残しつつ、指や指輪などの不要な部分を削っていきます。書き足しを行う際は元の形や形状を意識するといいでしょう。書き足しが多くはみ出してしまった場合は余分な部分は削って調整し、原画の見た目と変わらないよう注意しましょう。次は手のひらを素材分けします。指の付け根部分を線画でつなげ、シルエットに激しい凹凸のないようになだらかな形状を意識すると、手のひらと指の素材がずれても目立たなくなります。余分な塗りは削除していき、また親指に属する影なども手のひらからは削っておきます。影塗りレイヤーを削るときは塗りや線画と同様リカバリーが効くようにレイヤーマスクを使用しましょう。次は指を1本ずつ用意していきます。まずは親指です。親指の線画を境に余分な塗りや線画を削っていきます。作画にもよりますが、今回は親指につながる手のひら内の線画も含めます。続けて人差し指から小指までの素材分けを行います。指の付け根部分から指先までを切り抜き、手のひらとの間に隙間ができすぎたり余分な範囲ができないように微調整していきます。まずは前腕の回転パラメータの設定についてです。今回前腕は両方向に270度回転できるよう製作していきます。0を基準に両側同じ可動範囲になるので、プラス30とマイナス30などパラメータ範囲が左右で同じ数値になるようにしましょう。それでは最初に回転デフォーマで動きをつけます。パラメータに3点キーを打ち、プラス側はマイナス270度で外回り、マイナス側はプラス270で内回りに動くようにします。前回の動画で紹介したように、素材分け時に肘の書き足しが正しくできていれば、肘と前腕がずれることなく回転できています。回転時に線が外れていないのでこのままでも良いのですが、今回は肘や前腕の形状を整え、リッチな仕上がりになるよう調整していきます。今回はプラス10、プラス20にキーを打ち、各キーごとで肘の形状を作成します。動画では作業前にもう一度メッシュをさらに細かく割っています。綺麗な肘の形状を作るためにアートメッシュで細かく形状を調整することになるので、動画程度にメッシュを割っておくことがおすすめです。まずはプラス10の肘を調整していきます。肘の形状作成は単純に形状を作るだけでなく、肘周りの頂点を前腕の回転方向に合わせ移動させることで綺麗に線がつながります。最初は複数の頂点をざっくりと動かし、徐々に形を整えていきます。肘付近の頂点を大きく移動させる理由は、前腕の頂点の動きに追従させることでキー間のズレが小さくなるためです。
これによりキーをたくさん打って細かな調整をする必要がなくなります。さらに肘の尖りが回転しながら移動しているように見えるので、関節の動きもリアルに再現できるようになります。肘周りの動きや形状がおおよそ決まったら、前腕にもキーを打ち、回転に合わせ形状を整えていきます。この作業ではパラメータ線維持の頂点の動きが重要になります。それぞれのキーでオブジェクトの形状が大幅に異なると、キー間でオブジェクトがずれたり歪んだりする可能性があるので、線維持の頂点の動きをよく見ながら形状を作りましょう。またパラメータに打つキーは最小限にした方が後からの調整や管理がしやすいので、ズレがわずかな場合は新しくキーを追加せずにオブジェクトの形状を少しずつ調整していきます。必要であれば綺麗な変形が作りやすくなるよう都度メッシュを編集し直しましょう。次にプラス20の肘を調整していきます。前腕が体より手前や奥に行くように描画順が変わるパラメータを用意します。今回はデフォルトで洋服より奥側に前腕があるので、パラメータがプラス1の時、前腕が手前側に来るようにします。描画順を変更する手や前腕周りのオブジェクトはパーツにまとめておきます。各パーツを選択し、インスペクタパレット内のグループ化にチェックを入れると、パーツを描画順グループに設定することができます。パーツを描画順グループに設定することで、パーツ内のオブジェクトが設定された描画順で統一され、さらに描画順グループ自体にパラメータのキーを打つことが可能になります。描画順変更用のパラメータに2点キーを打ち、描画順グループの描画順を体や顔周りよりも手前になるように設定します。これで腕が手前や奥に来るようになり、ポーズの見た目の幅が広がります。